今日はですね、先日ね、動画で紹介をしました楽天で購入できる中古の文教クロームブック税込み、送料込み、しかも楽天のポイントがついて6000円からというね、激安の中古のクロームブック、早速ですね、購入をしてみましたので、今日実機が届きましたので、見ていきたいと思います。査定していきたいと思います。果たしてこれは、この価格の価値があるのかどうなのかと。あと、クオリティがどうなのかということですね。ただ一応、大前提としてこれ中古なので、私の端末がこうだったという話です。もちろんね、個体差かなりあると思いますので、一応ですね、今回はでも B ランク、BC ランク、C ランクと3つですね、中古同じ端末でランクが分かれて購入できるようになっていました。で、C ランク、一番、程度が悪いと言われているものが6000円です。これが一番安くて、6000円ということですよね。で、真ん中が BC ランクというのがあって、これが7500円かな。で、あと B ランクが9000円という価格になっています。で、やっぱりね、この中古のクロームブック買うんだったら、やっぱ安くないとっていうところだと思うんですよ。多少もう傷とかね、バッテリーの消耗はもうしょうがないと思う。6000円で買うんだから。だからむしろ私は6000円のやつを買った方がいいと思いますね。9000円はちょっとね、7500円はちょっと微妙ですけどね。7500円ぐらいだったらまだ安いから出してもいいかなと思いますけど、ただ並べてね、見比べて買えるんだったら、それを見てね、6000円にしようかな。これだったら6000円でいいなとか、これだったら7500円でいいなっていう風に選べるけど、結局ネットで買うっていうことになるとなかなかそこを選びづらいのかなと思います。そういう部分でもうここは覚悟を決めて6000円がいいんじゃないかなと思います。で、まだ私見てません。これ、私買ったのは C ランク6000円です。もう、今言った通りね、どうせ買うならもう安いものじゃなきゃっていうことで、一番程度が悪いと言われている6000円の C ランクのものを購入しました。ただですね、そのディスプレイ、どうもディスプレイのところになんかドット抜けのありなしによって結構価格が違うので、今回の見どころはドット抜けがあるかどうかっていうところじゃないかなと思います。そこが大きな違いになってるんじゃないかなと思うんですけども、ただそれもですね、BC ランクと B ランクを見ることができないので、実際比べられないということです。あくまでも私が買った C ランクは、このぐらいでしたよという話です。じゃあ見ていきましょうか。で、私も箱を開けたんですけど、まずね、梱包ですね。一応この辺も言っておきましょうか。査定するっていう意味で。梱包はですね、やはり業者さんが販売をしているので、ちゃんとした梱包に入っていました。私もメルカリとかね、ヤフオクとかで、中古のクロームブック買ったことあります。やはり相手が個人だと、ジュースの箱に入ってきたりとかですね。別にそれが悪いってわけじゃないんですよ。個人でやってるからもちろんあり合わせのね、箱でやるっていうのはもう全然問題ないし、私もそれは気にしてないんですけども、いかにも業者さんらしい、ちゃんとした箱に入ってきたっていうことを言いたかっただけです。で、あと、プチプチですね。プチプチもちゃんと、これもですね、ヤフーオークションなんかでよく業者さんが売ってますけども、そういうところに行くとちゃんと一応、綺麗なね、梱包材、プチプチに入ってくるんですが、そういったものに入ってきましたので、やはりショップさんだなということで、ここは結構良かったかなと思います。で、充電器がこれついてるんですが、これもね、ちょっと、これは UT さんの話なんですけど、UT さんもエイサーの端末を買ったら、ASUS の充電器がついてましたっていうコメントをいただきまして、で、私いちいちついてる、使わないのでね、確認してないんですけども、今回はそういうコメントをいただいたので、これ HP の端末なんですけど、確認したら、充電器ついてくるんですけど、レノボの充電器でした。だからここは必ずしもちゃんとこれ専用の、これについてたものじゃなくて、多分結局業者さんだからいろいろぐわっと引き上げてるんでしょうね。だからもういちいちこの端末の充電器がこれっていうことじゃなくて、もう端末は見ればわかるけど、充電器までいちいちHP のやつに HP とかね、HP のやつに、レノボのやつにレノボとかってそんなことしてられないんで、充電器、AC アダプター、AC 充電器自体はもうざっくり、Chromebook 用みたいな感じでついてくると思います。そんなに使う人いないと思いますけど、でも一応あれば使うかなっていうところもありますね。他のね、充電にも使えますから、一応ついてくるっていうところはメリットかなと思います。ただ HP のものではありませんでした。もちろん HP のものがついてくる人も逆にいるのかもしれませんけどね。一応現状はそういう状態でしたという話です。はい。じゃあ5000円、5000円じゃ6000円ですね。綺麗なんです。本当に。どうですか？びっくりしました。もう私 C ランクなんで覚悟してました、割と。ひどいやつがね。要は一番下のやつが来るんだから、それなりに覚悟しなきゃいけないかなと思ったんですが、わかります？結構こういうのって反射でわかるじゃないですか。傷なくないですか？全然。全然ないね。全然ないっていうと実は嘘で、一応ですね、でも綺麗ですよね。割と綺麗ですよね。ただよく見るとですね、ここですね、ほら、打ち傷がちょっ
とありますね。ちょっとコツンって当てたか、そんな感じですね。ただそんなにね、でもそんなに使用感はないと思う、基本的に。新品じゃないですよね。多少使われているし、やっぱり傷もちょっとあるね。ここもちょっとあるね。打ち傷みたいなのありますけど、ただ、こういうところのプラスチックとかね、見ていただいても分かる通り、そんなには使われてないんですよ。まあ少なくとも子供が3年間ガリガリに使ってたっていうね、ゴリゴリに使ってたっていう、そういう感じはないですね。だから UT さんの端末も、まあ、あれもですね、でもコメントでいただいたんですけど、高校のシールが貼ってあったっていう話があるんですよ。だから学校で使われていたようですけども、ただ消耗具合でいくとそんなにめちゃくちゃ使われたっていう感じでもないような気がするんですけどね。その辺どうなんでしょうね。だからこれもですね、はい、中古には間違いないですが、それほど外見は使用感がないです。あとそのディスプレイのところですよね。ただそのディスプレイのドット抜けとかですね、ディスプレイのその気泡が入ってるのは多分経年劣化だと思うんですよ。まあ、だから使ってる使ってないにあまり関わらず、おそらくこの HP の端末ではドット抜けが出やすいんじゃないかなと思います。だからまあ個体差あるにしても割と出てるものが多いと。で、UT さんの、A さんの端末については気泡がっていう話があったんで、端末はやっぱりこう日が経つにつれて気泡が出やすいっていうのが、まあその端末によってのなんか壊れやすいところって言いますかね、経年劣化しやすいところが、まあこれで見て取れるんじゃないかなと思います。まあなので、そんなに使われていないんですけども、おそらく経年劣化で、まあドット抜けが発生している可能性があるということですが、とりあえず外見は、この外装の傷み具合はもう全然5000円だったらありありですね。割と新品に近い感じです。もう B ランクでもいいぐらい、外はね。それではですね、次は中見ていきたいと思います。で、ついでにね、もうセットアップ完了しました。驚くべきことに、というかですね、外がそんなにね、傷んでないんで、やっぱり中も傷んでないんですよ。要は使われてないと思います。非常に綺麗です。まあ、テカリとかですね、こう文字が消えているとか、まあそういったところは少ないですね。少ないというかないですね。はい。ほぼないですね。ただこのね、半角キー、英数キー。これがね、なんか微妙に陥没してるんですけど、陥没してるからちょっとね、中に入っちゃってる感じがするんですよね。もともとなんですね、これね。で、私、これ、中古で1台、もう1台ね、まあ、以前紹介したんですけど、持ってるんですよ。これは中古で、ヤフオクかどっかで買ったんですけども、それはもう明らかに使われてる、もう学生さんが多分使ってたやつで、まあ、ジャンク的な端末だったんですが、それはね、ここが完全に陥没して中に入っちゃって、切り替えできないんですよ。まあ、コントロールとね、スペースで、英数と日本語切り替えられるから別に問題ないんですけども、ただこれもね、使われてないけど陥没してるんで、多分この端末はおそらく、このカナ英数キーが結構壊れやすいポイントかなと思います。少しね、下がってるんですよね。で、そんなに他は使ってないのに、で、私は最初ね、やっぱり日本語と英語の切り替えが多いので、学生さんが3年間も使えばこれが、まあ陥没してね、中に入っちゃうのかなって思ったんですけど、これも若干ね、落ちてるんですよね。だからまあ、もともとそういう仕様なんでしょうね。なんかこのカナーキーが無理して作ったかなんか知らないけど、ちょっとなんかあんまり良くないみたいですね。やっぱりそういう端末ごとの弱点っていうのがなんとなくこれ、複数の端末をね、見ると、使うとですね、わかりますね。ただその使用感とか汚れとかっていう部分については、わかります？ほぼほぼないっしょ。めっちゃ綺麗じゃないですか。ほら。まあ本当に新品と言ってもいいぐらい綺麗ですね。一番気になるのはそのドット抜けがね、ドット抜けの違いによって結構なんか違うような感じで書かれていたので、まあこれが一番心配だったんですけども、まあ結論から言うとね、わからないです。ドット抜けって大体どういう症状なのっていう感じなんですよ。私そういうのに会ったことがないので、まあ気づかないだけかもしれませんが、これそうなのかな？これムラ？でもわかんないよね。一応これドット抜け確認サイトっていうのがあって、まあここで要は画面を単色でこう塗りつぶしてわかる。っていうかまあわかりやすくするっていうこと。なんかこの辺色ムラがあるな。それ？でもこれディスプレイの汚れかな？ちょっとわかんないんですけども。まあでも、いずれにしてもですね、その程度ってことですよ。これがドット抜けなのかどうなのか、私もわからないぐらいっていうことなんで、まあよほどこう目の肥えた人じゃないと、まあわからないのかなっていう気はしますけどね。どれがドット抜け？わからないな。まあ、
もしね、じゃあこの中に見る人が見て、これがドット抜けですよっていうのがあったとしても、私は全く気になりません。普通に表示されてるじゃんっていう感じなんで、たまたま私の端末が当たりだったという説はあります。実際ですね、私もね、UT さんのやつは、6000、5000のやつか、気泡が入ってるというふうに書かれていましたが、私のやつは気泡が全くなかったので、なので、そこは当たり外れかなと思います。でももしかしたらあるかもしれないっていうことで書いてるかもしれないですよね。一応保険かけてるっていうか、もし言われたら困るんで、とりあえずないけど、ほとんどないけど、たまにあるから、一応ドット抜きありますって書いてる可能性もあるので、比較的当たりをつかむ可能性もあるかもしれないっていう。これは勝手な予想ですけど。どれがドット抜けですか？てか、そのドット抜けの症状って見たことがないので、ちょっとわからないですね。とりあえず、少なからず、6000円で買った端末でこれぐらい映ってれば、個人的にはもう別に問題ないかなっていう感じです。で、最初にも言いましたけど、これ光沢ですね。光沢ディスプレイです。以前の動画で紹介しましたけど、これ光沢ディスプレイになりますので、もちろんタッチに対応しております。それではね、バッテリーですね。バッテリーはですね、やはり66回ですね、サイクル回数。で、状態88ということなんで、中古としたら悪くはないかなと思いますけど、ただやっぱり新品ではないということですね。ただやっぱりこれ見るとね、ここ白くなってんですよね。だからドット抜けというよりは、ドット抜けってそこが表示されないのかな？表示はされてますね。色ムラっていうのかな？でもこれムラがあるな。はい。少しね、ムラがあります。ディスプレイにね。多少ですけど、ただ実際表示されてしまえばわからないかなと思います。ただ白いところだと若干ですね、わかるかなと思います。でも、どうですか？映像で見ても気にならないし、私も全然最初気にならなかったので、それほど気にはしなくていいかなと思います。写真とかね、映像とか映っちゃってれば全然わからないかなと思いますね。一応でもそういうこともあるかなと思います。ただ基本的には、6000円でもう少し正直下を見てました。もっと悪いんじゃないかって思ってましたけど、これだったら全然ありだなって感じです。で、CPU は L の4020です。UT さんで売ってた、6000円、5000円のやつは L の4000なんで、若干下なのかな。こちらの方が一応4020なんでね、少し上みたいです。でも本当少しみたいですね。ほぼ同等性能かなと思います。メモリは当然 4GB です。ストレージはですね、32GB です。で、もう初期の状態で半分ぐらいね、使ってます。私は Android オフにしてますけど、それでも半分ぐらい、使ってますので、ユーザーが使えるのは一応 17.8 ということです。Chromebook でね、そんなにストレージを使うのかというところもあるし、私は全く使わないので別に32でいいんですけども、一応マイクロ SD カードを利用できます。で、以前にも紹介した通り、これ両側にですね、タイプ A とタイプ C があるんで、この配置はいいですよね。両側、どちら側からも充電できるし、タイプ A があるんで、どちら側にもそういう周辺機器を接続できるということで、これは結構いいんじゃないかなと思います。それでは N の4020ですね。一応 Chromebook ではよくやるブラウザのベンチマークですね。オクタンベンチマークやってみました。オクタンベンチマークってできない時結構あるんですよね。今回できたんでね、いつもやろうと思うんですが、たまにできない時があります。シングルで23000、マルチで11万ってことですね。どうですかね。コンパニオ520とかと近いですかね。ただあれマルチがもう少し高いかな。マルチはコンパニオ520より下、シングルも、気持ち下ぐらいかな、同じぐらいかなっていうところじゃないかなと思います。言っても、ローエンドのね、Chromebook ということですけど、ただコンパニオ520まだ今でもね、現行で全然使われてますんで、マルチが高いからね、ちょっと違うかもしれませんけども、でも、いいんじゃないでしょうか。6000円だったらっていう話です。で、もちろんこれファンレスなんでね、分岐モデルファンレスなんで、音もしないし、カフェなんかでちょっと原稿書いたりとかね、ちょっと書類作ったりするぐらいには、見た目さえ気にしなければね、あのおじさん中学生のパソコン持ってるよっていう、そういう見方では見られちゃいますけど、そういうところが気にならない方は、もう全然、持ち歩き用のね、テキスト入力マシンとしては使えるんじゃないかなと思います。それでは重ためのね、クラウドサービス Google Earth ですね。Google Earth で、東京駅を表示させてみました。動き見てみましょうか。タッチに対応してるんで、この辺は非常に扱いやすいです。はい。メモリも少ないし、ちょっと読み込み入りますね。この辺ね。でもどうだ？
割と普通じゃん。引っかかってはいない。ちょっともっさりしてるかもしれない。ちょっとスルスルっていう感じじゃないかもしれないけど。まあでも問題ないかな。じゃあ 3D。ちょっと街の方に戻ろうか。3D を表示するには、ちょっと街の方がいいんだけど、街がもうどこか行っちゃったんで、なんか、まあ、この辺なんかいろんな建物があるんで、ちょっとやってみましょうか。学校かな。じゃあこれで 3D。ちょっとカクついたけど、はい。ちょっとカクカクしてるか。なんかカクカクしてるけど、まあ、どうですか。別にスムーズだね。はい。なんか思ったより動くな。最近 N の4020でね、まあテストするっていうこともあんまりないので、Google マップやるってこともないんですけど、なんか思ったよりは動きますね。もっと引っかかるかなと思いましたけど、まあもちろんこれしか開いてないっていうのもありますけど、でもこうやってね、作業に集中させて使う分には、前も言いましたけどね、はい、少し気を使って使ってあげれば、まだまだピンチインピンチアウトも。よくネットでね、SNS で言われてる、全く Chromebook 使えませんと。固まっちゃって何もできません。みたいなことはなくないですか。少なくとも Google Earth 今使えてますよね。普通にっていう感じです。はい。割とスムーズじゃないけど、ちょっとこう遅いんですけど、でも別になんか思ったよりは動くなって感じ。はい。全然5000だったらありかなと。6000か。6000だったらありかなって感じですね。はい。うん。いいっしょ。それではですね、次はキャンバです。これもですね、ブラウザで利用できる、結構有名なね、しかも無料でもかなり使える、デザインツールになります。ちょっと時間かかってる？ちょっと遅いね、表示がね。開き切っちゃえばいいかな。はい。一応メニューとか出てきました。少しね、やっぱりサクッっていう感じではないですね。じゃあちょっとこの夏祭りを拡大して、はい。今掴んで動かしてます。別に問題ないね。読み込みさえ終わっちゃえば。何枚かこうね、オブジェクトが重なってますけど、そんなにこう引っかかってる感じないですね。これぐらいだったら。これも写真だし、映像だし、画像だし、これは文字だしね。はい。どう？タッチ。はい。これで、スムーズ。タッチですね。はい。別に問題なさそうですね。テキスト変更。じゃあ9月30日。はい。こんな感じでね、こういうデザインを作っていけるということです。十分ね、この6000の Chromebook でも、キャンバ使ってやる分にはできるかなと思います。だからもちろんね、6000の Chromebook で本格的なね、なんかクライアントワークじゃないですけども、仕事で使うなんてちょっと難しいと思いますけども、別に個人で使ってる分にはいいじゃないですか。個人の家で使う、サブ端末とかね、持ち歩き用の端末っていうことであれば、全然まだまだ使い道はあるかなっていう感じですけどね。で、今現状ですね、Android を使ってません。私いつも使わないので、Android、Google Play Store は削除しております。当然 Linux も使っておりません。いわゆるフルブラウザ運用の Chromebook の使い方です。でもね、安い端末、もう古い端末はそういう使い方をしていただく方がいいと思いますね。で、今、先ほどの Canva ですね。Canva と、一応 Yahoo ニュースと Google スプレッドシートに、Chromebook の公式のページを開きました。タブ4枚ですね。それで、じゃあ、メモリーどのぐらい足りてるのって話ですね。はい。これもいつもやってます。スワップはまだ入っておりませんね。2.24GB 使ってますので、だからこれぐらいで使う分にはね、スワップも入ってないということなんで、比較的、快適に使えるんじゃないかなと思いますんで、この辺ちょっと気にしてもらってですね、10枚も20枚も30枚も40枚もタブ開くっていう人はいることは私の過去の動画で分かっています。そういうね、変わった使い方っていうか割とメジャーな使い方みたいですけどね、そういう使い方されてる方も結構いらっしゃると思いますけど、ただそういう使い方はやっぱ向かないので、あくまでも寄り添ってね、安い端末、性能が低い端末に寄り添って、使えるところだけ上手に使おうよっていうマインドがないとね、結局使えないってことになっちゃうので、使えるところだけ使うっていう部分で言うと、やっぱタブ4、5枚で、ブラウジングとか、動画視聴とかですね、
あとは簡単な書類作成、Google スプレッドシートや、Canva でちょっとしたデザインを作るとか、そういう作業に使っていただく端末としては、まだまだ使えるんじゃないかなと思います。それではもう少しね、タブを増やしました。で、わざとね、YouTube の動画フロート表示して再生しっぱなしにしています。で、1、2、3、4、5枚ですね。で、6枚目で動画開いてます。まだ10枚までは行ってませんけど、ただ動画入れてるんでね、結構ね、メモリ食うかなと思いましたけど、割と、2.5GB というあんまり変わらないですね。で、まだスワップも入ってないので、動画も全く止まりません。ただこれは 720p、60フレームでね、再生をしていますけども、ただこういう小さい画面でね、もともとこれフル HD ないし、小さい画面で見ながらね、こちら側で、作業したりブラウジングしたりするっていう使い方であれば、まだね、メモリ 4GB でも十分足りてるという感じなので、こういう使い方していきましょう。はい。フルブラウザでね。これぐらいにしておきましょう。10枚以下で運用したら結構使えるんじゃないかなと思います。で、この端末は、回転ヒンジです。分強モデルなんで、ぐるっと1回転するとですね、こういう形で、タブレット的な使い方ができるようになります。今ね、ここで YouTube の動画再生してますけれども、こうするとね、自然にこうタブレットの UI になりますので、前も言ってますけどね、重たいですよ。結構重たいので、特に HP の端末は重たいのでね、タブレットのようには使えません。どっかに立てかけるとかね、例えばこのまま使いたいんだったら、これをこう、キーボードをね、出します。そうするとこれが、スタンド代わりになって、自立できますみたいなね感じでも使えますので、これでタッチしてね動画見たりとかも使えますんで、そういう使い方ができるのがすごくいいところかなと思います。あとはテント型ですね。逆向きではありますが、はい、こういう感じでテント型でこちら側でね見て使うと。で、あとアウトカメラね。アウトカメラもありますので、この状態であればアウトカメラをタブレットのカメラのようにねして使うことができます。ということで今日はですね、以前に紹介しましたこちらのテックライフさんですね、パソコン販売のテック生活さんで、売っていた6000円のですね、文教中古クロームブックですけれども、HP の端末になります。型番は X の36011の G3EE という端末ですね。こちらが6000からということで、最初にも紹介しました通り B、BC、C のいずれかを選んでいただけますということで、一応ドット抜け等は見受けられませんが B、多少ドット抜けがある3つぐらいありますと、3つ以内ありますと、これは BC、ドット抜け結構あります。これ C ランクということで、私は今回 C ランクを買ったんですけど、特に気になるところはなかったし、他のねディスプレイ以外のキーボードや外装を含めて、大きな傷や、すごい使用感といいますかね、こうくたびれた感じっていうのは全然なかったので、これは6000だったらグッジョブですね。間違いないと思います。ただ何度も言いますけど、これは私が買った端末がたまたま当たりだったという可能性もかなりありますので、そこはもう中古なんでね、しょうがないです。ギャンブルっちゃギャンブルです。一応ただサンプルとして私が買ってみたところ、一つのサンプルデータとしては、これぐらいのものが来るんだったら、結構いいんじゃないかなという予想はできるかなと思います。で、一応これレビューを書くと、確か何でしたっけ、保証がね、中古なのに保証がついてるんですよ。この辺がジャンクと違うところで、もともと30日、7日か。30日ですね。30日間の、一応保証期間があるっていうことです。で、7日以内にレビュー書くと90日になるっていうことなんですよ。やっぱり中古品って怖いところもありますんで、もちろん電池とかはダメですよね。電池とかはダメだし、そのドット抜けは言ってるから多分ダメだと思うんですよ。だって最初からドット抜けありますって言ってるんで、あくまでも、起動しなくなっちゃったとかね。明らかになんか使えないとかね。Wi-Fi がもう繋がらないとかね。そういうことがあれば、初期不良があった場合には保証期間内に連絡してもらえれば返品か交換をしてもらえるということなんで、この辺も安心ですよね。これで6000ですよね。で、これ本当に儲かってんのって感じですよね。だって送料込みじゃないですか。やっぱり1000円ぐらいかかるでしょ。で、梱包材。だって段ボールも綺麗な箱で買ってるわけでしょ。で、プチプチも買ってるわけじゃないですか。業者さんだからね。で、配送料かかって。で、言っても何台かに一度はこれ出ちゃうと思うんですよ。中古だからね。やっぱ出ると思います。だからある程度、
ロスカバーっていうか、ロスは計算してると思いますけど、10台やったらね、1台戻ってくるとか、20台やったら1台戻ってくるとか、それぐらいは計算してるとは思いますけど、それ6000円で利益出るのってちょっと、人のことなんですけども、心配になっちゃうんですが、一応6000円でいいっていうことなんで、本当に良心的な値段なのか、めちゃくちゃ安いのか、あとコメントでもいただきましたけどね、そもそもこれ、買ってないんじゃないかっていうね、イオシスとか、なんかそういう話もコメントでありましたよね。だからそもそも PC って処分するとお金取られるわけじゃないですか。だから処分する学校、仮に学校としてね、学校側としては処分費かかるんだったらタダでいいですよって、で、業者さんも、タダで処分しますよ。その代わり売る可能性があります。いいやつは。で、一応ね、断りを入れないとまずいと思うんですけども、で一応そこが、お互いに納得いけば、その中からね、使えそうなやつをこうやって販売して、要はタダで仕入れてきたものを、いくらでもいいから売れればいいやという感覚で売ってるのかもしれない。でもそうじゃないとさ、6000もらってなんかこれ、企業としてメリットあるっていう感じにもちょっとなっちゃいますよね。送料まで込みってことになると。でもちろん消費税も入ってるわけじゃないですか。で、楽天ポイントでさらにね、私も楽天ポイントでさらに引いてもらいましたし、だからそうなってくると業者さんは儲かるのかなっていう心配はあるけど、買う方としたらもうめちゃくちゃ嬉しい限りですよ。これが6000で手に入るんだったらいいですね。逆に BC とか B の違いを出せるのかな、これ以上いいってことなの。傷は確かにちょっとあるけど、でも全然気にならないでしょ、もう6000じゃ別に。ということで、一応私がお勧めするのはやっぱどっちにしてもね、傷があるないあると思います。程度の違いはあるにしても、どのみち6000円でギャンブルするぐらいじゃないと、このお得感は得られないのかなっていう感じなんで、9000円ね、のもので買っていいものが来るかもしれないけど、やっぱでも9000円じゃないですかね。やっぱ中古で9000円で N の4020っていうと、またちょっと考え方変わってきちゃうじゃないですか。6000円とか5000円だから、送料込みでね、いいなこれはっていう感じにもなってくるんで、この辺本当面白いですよね。だから UT さんも6500円から下げて、6500円5000円じゃないですか。でこれ6000円じゃないですか。なんかこの辺がこのぐらいの端末のいいところで、やっぱりイオシスは今7キュッパで売ってます。今8キュッパからちょっと値上げしてますよね。なんでだろうね。そのうち勝負に来るのかもしれないけど、だって1000台以上在庫があるのに、それかこの辺が終わるの待ってるのかな。今これバッティングしちゃうと妙な価格競争になっちゃってね、これより売るってことになったらじゃあ4000円でとかねで売るのかっていうことになるとやっぱり利益が出ないんで、一応この UT さんとか割と他の業者でもこういうのが出回ってるんで、そこが収まった段階でもしかしたらイオシスさんが仕掛けてくるかもしれないですね。価格下げでバッと一気に売りに走るかもしれません。今はこう無用な争いは避けてるのかもしれませんけど、そういう中古 PC 業界でのなんかね、こう目に見えないなんでしょうね、牽制してるというか戦いがあるのかもしれませんが、いずれにしてもね、買う方はどっちにしろ5000、6000だったらめちゃくちゃいいと思います。ですのでまだね、買ってない方、Chromebook 5000、6000でもまだ迷ってるという方いると思います。私のコメントでもやっと買いましたとかね、もうさすがに我慢できなくて5000だったら買ってみようと思って買いましたとかね。もちろんChromebook ってちょっとネガティブなイメージ結構あると思います。いろいろゴミとか参拝とか言われてるし、制限があるとかね、やっぱ使い方が限られてるとか、いろいろあると思いますけども、でも5000じゃいいでしょ。6000じゃ、それを本当にそれが自分でね、限られてるからって言って使えないのかっていうのはやっぱ使ってみないとね、わからないところがあると思いますんで、ぜひ5000、6000でね、このクオリティの中古の Chromebook が買えるんであれば、Chromebook ライフをね、まさにテック生活ならぬ Chromebook 生活をね、堪能するにはいい端末じゃないかなと思います。で、あと UT さんの方もね、また今、もう動画上がってると思いますけど、214MA の在庫がまた200何十台入ってますんで、あちらは6000円なんでちょっと高いですけども、ただあれ一応 B ランクなんですよね。ただ、そのランクはショップさんによってまちまちでね、なんか統一ランキングがあるわけじゃないので、そこはもうね、ショップさん任せになっちゃうんですけども、あちらもでもね、今までの状態だと、割といいものが来るっていうことなんで、その辺と合わせて、選んでいただければなと思います。こちらのいいところは、C の214の、UT さんのやつは一応、ノングレアディスプレイなんですよ。ノングレアがいいっていう人はあちらがいいかもしれません。こっちは光沢なんでディスプレイは綺麗です。発色も綺麗だし、だから動画見たりとか、カラーっていうかね、その綺麗なサイトを見たりとかね、そういう使い方にはいいかなと思います。ただ文章作成したりするときとか、さっきもね、結構照明がガンガン映り込んでましたけど、どうしても、部屋の照明とかね、後ろの
天井の照明とかね、映り込んだりするんで、ちょっと見づらい時は光沢だからあるかもしれない。で、あと滑りはいいですね。ツルツルなんで、だからタッチ操作するにはこっちのが、いいかなと思いますけどね。どちらがいいか。あと、セレロンのね、N4020 なんで、若干 N の4000よりは、性能がね、パフォーマンスが高いというところもこちらの端末のメリットかなと思います。デメリットは重たいですね。C の214は 1.2 キロ台ですけども、こちら 1.4 でしたっけ ?1.45 なんで、割とちょっと11インチの分強モデルにしては重たい方かなと思います。その辺のメリット、デメリットを確認して購入していただければいいと思います。今ね、この、ギガスクール、ね、第1期目のギガスクールで余ってきた端末が、中古ショップに流れてるっていうのが結構ね、祭りになってますので、その祭りに乗りたい方はぜひこちらの端末もチェックしてみてはどうでしょうか。話は長くなりました。はい、今回以上です。